はい、こんにちは。南慎之介と申します。今日はスローフードに関わる、皆さんに、私たちの取り組みを紹介させていただきます。ありがとうございます。私たちは日本の沖縄県那覇市という、場所に住んでいます。もともとあった在来大豆、と豆腐作りの取り組みを紹介させていただきます。日本で言うと、大豆といったら、醤油、味噌、納豆、きな粉や、それから豆腐ですね、に、使われてきました。そして、季節の節目に鬼の目をかぶった人に大豆を巻くという、文化もあります。これは大豆が、悪いものを払い清める力があると、考えられてきました。私の住む沖縄でも、この大豆を使った豆腐作りが、昔から盛んでした。このお豆腐は貴重なタンパク源だったので、それで、たくさん栽培して食べてきましたし、伝統行事にも欠かせないものになっています。日本の中で沖縄、小さな島でございます。130万人が住んでいる島ですが、そこの那覇市に写真にある、半田川公民館、地域のコミュニティセンターになりますが、そこに私は働いています。そこの中で地域のおじいちゃんおばあちゃんからいっぱいお話を聞くイベントをやりました。昔の仕事、食べ物、聞いていく中で、今はなくなっているけども、豆腐作りが今よりもずっと盛んだったよっていうことを教えてくれました。なんでそんなに盛んだったのかというと、水が豊富で美味しかった。それから在来の大豆の存在が分かってきました。この在来の大豆ですね、黄肥宮と言いますが、実はもうほとんど途絶えかけていましたが、農業試験場にわずかに残っているのを10粒分けていただいて、この大豆でもう一度豆腐作りしようという動きが活発になりました。もうこの辺り、那覇市の近くはあまり畑が残されていません。ですが、家の前の小さな畑でこの在来大豆を復活していくのを、地域の皆さんが、主体的に頑張ってくれました。やっていくうちにどうやったら脱穀するのということで、脱穀する棒も、地域の方々が作って復活してきたり、第二次世界大戦以降、70年以上も途絶えていた、湧き水をきれいにするという行事も復活しました。これは、聞き取っていく話から豆腐の存在、それから豆腐作りを支えた水資源のことに地域の方がとても関心が高まったせいです。そうしていくうちに自分たちの資源、それから豆腐作りの文化をこれからの子どもたちに誇りを持って、この地域に生まれてきてよかったなっていうふうにしたいということで、小学校に提案に来ました。今では3つの小学校と1つの中学校の、学校での教材になっています。こうやって一緒に種をまくんですが、ある小学校3年生の子が大豆が今ここにあることがすごいという話をしてくれました。大豆が沖縄にやってきて何百年間もずっと誰かが大豆を巻き続けないと、ここに発芽する大豆があるはずがないということで、命のつながり、それから自分たちの歴史やルーツを考える学習にもなっています。ここにある写真も、学校での授業での脱穀の様子、地域の方々が先生になっていきますし、中学生になっても地域を歩いて、歴史のある資源を一つ一つ一緒になって見て勉強します。そして最後に、昔の方々は大豆を豆腐という形で利用してきた。で、今の生きる私たちはこの大豆をどう生かすんだということで、クリエイティブな取り組みが始まっています。マーミフェスタというマルシェがあって、地元の若者がですね、今新しい食を考える皆さん、お店を持っている皆さんと、この在来大豆を生かした交流を進めています。
たくさんの方々がこの場所で大豆について、地域文化について学んだり交流することで、私たちの暮らしの豊かさをですね、地域文化を背負いながら実感する時間になっています。はい、短い時間ですが紹介させていただいてありがとうございます。